おお、走ってた。おお、走ってた。やめてー、行かないで。食ってる、下張り食ってる。あ、これヘラブナかな。うおおはようございます。 SBFJ 利根川です。今日釣りをするのは中川下水道放流樋管の前。樋管の樋とは雨どいの問いと同じ字で、水の流れる道という意味です。上に道路があり、土手を貫通していて、裏も川のようにはなっていないので樋管という呼び名になります。もちろん中川からの逆流を防ぐため水門も設置されているので、広い意味では水門といっても間違いではありません。よいしょよいしょ。荷物を置いてこの場所に釣り台を組み立てていきましょう。今日もこれから暑くなりそうです。水汲みバケツで汲んでおいた中川の美味しい水。コンパクトタオル吸水。ゴミは必ず持ち帰りましょう。餌はシンデラ底50、アルファ21、50。水100のブレンドです。よいしょ。ぐる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 てんぐるぐる。よし、吸水。着々とギガリフトを巻いていますが、今日は下道が多いので、あえての道糸2号のハリス 0.85、セッサの8にしましょう。よし、じゃあ1投目よろしくお願いします。午前7時40分、ようやく1投目スタートです。集合は5時半でしたが、埼玉県内とはいえ利根川の家から行くには地味に時間のかかる場所でした。このポイントは海まで20キロほど離れているとはいえ、潮の満ち引きから遅れて水位が変わります。ちなみに今は一番低い状態、いわゆる干潮です。その状態で18尺ラインの水位はだいたい 2.5 メートルくらいでしょうか。大きなおにぎりと炭酸水いただきます。お昼ご飯用に買った梅のおにぎりも食べちゃった。早くも食料が尽きてしまいました。浮きのトップにトンボが止まるほどののどかさで30分、1時間、刻一刻と時間が過ぎ去っていきます。一応時々ですが浮きがプルンと動くので、生き物いるにはいるみたいですけど、当たりらしい動きはありません。2時間が経った頃、左で竿を出していたアイダマンがヒット。ドキドキワクワク、中川初ヒットはマブラさんでした。そして GoPro が熱暴走。パラソルが飛ばないように一旦閉じて靴を履いて、カメラの電源をポチッとオン。動きましたね。本日2度目の熱暴走。30分ちょいでなっちゃうのは正直きついです。
なんだかんだで時刻は11時半を回りました。まだ釣れていません。いやー、プルーンを合わせちゃいました。プルーンを釣れてない時はあれ手出ちゃいますって。これもそんな感じです。なんかよそ見してたら浮きがポポポって入ってたんで、2頭連続であんな感じだったので、あれだけ浮きが動くということは何かしら生き物がいるはずですが、針にはかかりませんでした。この1頭は 3,4 分投入していましたが、浮きに反応はなく、次の餌を竿を上げて仕掛けを回収した時でした。ちょっと一旦18でやってみます。なんとか床休めもなんだこれは、カメか。いやでもカメの動きじゃないな。魚っぽいですよ。あ、魚だ。ウオサンス。船ではあります。船です。口がちょっと汚いですね。多分食ってるとは思うんですけど、竿曲がりましたね。当たりなし。油さんちょっと口がぐちゃってるのであれですけど、35、6あるでしょうか。当たりは取ってないけどありがとう。食ってた。油さん、音速で熱暴走から復帰して浮きに集中していると、ついに泡漬けが浮きの右側にポコンと出てきました。ちょっと泡が大きいような気もしますが、今の動きは食ってそうでしたが、残念ながら空振り。これはその次の一投、泡漬けからの空振りですからね。動画上どう編集しているのか利根川次第なところはありますが、皆さんは食ってる食ってない食ってる食ってないの2択だとダメだな。もうバレてるかもしれませんが、早送りからのスキップで正解をどうぞ。ちゃんと合わせました。ウオだと思いますね。カメかな。いやウオっすね。あれ擦れてんのかな。違うな。作り系。食ってます。いやー、初めて今日当たり取ったマブラさんだ。何年越しですよね、本当。でも37くらいありそうです。37センチぐらいありそうなマーブナさん。マーブナさんが来たー。よいしょありがとう。さっきのヒットから15分、この前に空振りが1回ありましたが、その次の1投でまたしても反応あり。うわー、張り付けられた。親方でしたね。ハリスを結び直して次の1投、これも空振り。お昼を過ぎたあたりからすごく反応が増えていますが、実は餌を変えていました。スタートした時はアルファ21を50、シンベラソコを50でしたが、そのブレンドからヘラグルテン LL50、特用マッシュ50にしたら激変です。相田さんのところだと流れが速く、私のところは割と落ち着いていたので、このブレンドでもできました。
とはいえいつもの餌より持ちは悪いので早めのテンポで回収を心がけます。おお、走ってた。おお、走ってた。竿握っててよかった。そろそろ下から水が来るなーっつって見てたら危ねえ。怖え。うおっす。どんなタリだったんだろう。まあビデオには映ってますけど、V 判定でおお、走ってた。頬張りマブさん、頬張ってんかな。頬張ってない。アッパーマブさんですね。もうちょっとで釣り台下げなきゃダメかななんて確認していたら顎下に擦れてました。残念。ごめんね、あなたはスレです。食っていませんでした。いくら合わせ遅れたとはいえ持っていく動きは餌を食ってると思ったんですが残念です。そういえば餌も変えましたが竿も変わってました。18尺でスタートしたものの開始から2時間反応がなかった時点で竿を伸ばすか縮めるかを検討しまして、相田さんが21尺で釣っていましたが爆鳥というわけでもなく2つ3つだったので一層縮めて足元を狙うという攻めの15尺です。足元は岩をまとめた玉ねぎ袋みたいなものが積み重なっているのでこれより短い竿では引っかかってしまうので要注意です。竿を変えてやっぱり2時間くらい反応がなかったので餌をガラッと変えた次第でございました。そろそろ減らうなー、来てくれ。ちょピントが合ってなかったです浮きに。頑張り屋ですね。いや、そうなんですよね。やめてー、行かないで。食ってる、下張り食ってる。船ヘラブナとは言えない感じの特徴で、難しいな。ヘラブナとこれ胸張って言えない感じなんで、船ででもひったくって食ってた。ありがとう。足元の水がどんどん増え続け気づけば水に浸ってしまいそうなので1時半ごろえっちらおっちらと釣り台を移動。正直一番暑い時間帯にパラソルから出て釣り台を移動するのはやりたくありませんが仕方ない。銀閣を移動し終えたらあっちこっちカメラアングルを考えます。逆光にならないとか、なるべく曲がった竿が映るとか、広角にするかとか、いろいろ考えることはありますが熱暴走にならないということが最優先なのでこのアングルに決定しました。ここまで月光強しの15尺でやっていましたが18尺で使いたい竿があったので使います。いただき物の島の宝章を18尺。細かい情報とか系譜を参考にしようとしたら歴代の竿が載ったカタログの PDF 非公開になってました。何ヶ月か前までは見られたはずなんですけどね。最初に出した竿は同じ18尺の月光強し。正直中川といえば飴玉もいるし濃い
カメ、ボラ、ハクレン、いろいろな生き物がかかると思っていました。宝生は頂き物の竿ですから無駄死にはさせたくありません。でも何でもかかってこい、そういう気持ちで月光強しを使っているのに船しか来ません。増水して水深も 3.5 メートルくらいになっていますから、ノズリであまり味わうことのできない水深のある底から引き上げる楽しみもあって、これはもったいないなぁということで出してみました。どうしてもそこら辺の野池や川だと昔は深かったとしても時が経つにつれてヘドロ、砂、いろんなものが積もりに積もって浅くなってしまった場所が多いですからね。ちなみにこれ場所移動して1投目です。あ、これヘラブナかな。あ、これヘラブナかな。これはヘラかな。あーでもちょっと怪しいか。うん。あ、もう喜んでますよ。宝生18着。よいしょ。平村さんありがとう。お、すっげえ泳いでった。右に泳いでった。ありがとう。場所を移動して1投目でしたがずれてしまいました。移動といっても右に2メートルずれたくらいですし、18尺15尺を振っていたのでこのエリアに魚が寄っていたのかもしれません。もともとそんなに多くはいなくて、釣った時に一旦魚が散ったのか、はたまたやっぱり単発でさっきの魚がいたのか、水の中のことは分かりませんが、ひとまず20分くらい反応はなし。今回はマッシュ入りのグルテンなので、いつもよりちょっと大きめの餌をつけてテンポよく投入していたら、浮きが立ってから35秒後にヒットです。頑張り屋ですね。頑張り屋さんのマブナくん。マブナさん推定30センチちょい、33センチくらいかな。いや、めちゃくちゃ走って気持ちよかったな。ありがとう。そういえば前回の動画でバランスの底釣りをしている時に、そのままのセッティングで下張りに力玉ハード L をつけました。さなぎ漬けとかにはしていない、買ってきたまんまの白い力玉です。グルテンと力玉ではサイズはともかく餌の比重、重さが違うので L を2つ刺していました。いいですね、やっぱりいましたね。サイズはダウンですけど、サイズダウンマブやっぱいましたね。風で大変だ。いやー、安心するサイズのマブラさんが来ました。30センチないですよ。27、8。ありがとう。引いた。30を回った頃、風が本格的に吹いてきたので、パラソルのシャフトを左手でガード。さすがにまだパラソルなしでは生きていけませんね。
幸い向かい風ではなく追い風なので助かりましたが、仕掛けを回収するときは大変です。この1頭は浮きが立ってから20秒、いかにもドボンらしい動きをしていたんですが、うわー怖い。いや切られてないんで多分スレだったんでしょうね。今ののされで下針が開いていたんですが、爪に引っ掛けたところ針はなまってないので内側にグッと曲げて戻しちゃいました。戻しちゃったやつです。これ何だったんだろう。謎の船が本流をブーンと進んでいきました。何の船でしょうか。さっきも通ったんですよね。とりあえずですね。めちゃくちゃお腹が空きました。今日は朝に食べた大きいおにぎりと梅干しのおにぎりだけで、あとは水しか持ってきていません。自分の車なので買いに行けばいいんですけど、いざ竿を握って釣りを始めるとなんだかんだで釣りに集中してしまいます。春の釣りだったら床休めもあるので車で料理してお昼寝でもするんですけど、釣りやっちゃいますよね。すごい浮きが一節上げました。頑張りやすね。仕掛けが回っちゃった。浮きが一節上がって食ってたマブラさん、30センチ28、9か。おありがとう。楽しいな。18尺。利根川の右側で竿を出していた方はお昼頃に帰っちゃいましたが、20センチから30センチくらいのボラを結構釣っていたので、この空振りの主、正体はボラなのかな。正直もっといろいろな魚が来るものだと思っていましたが、全然来ません。これはすれたか頑張り屋か。でも誘った後なんで食ってるといいな。あ、食ってる。頑張り屋さんのマブラだ。うお誘ったら下の針を送っていたマブラさん、サイズは推定32センチ。なぜならばこの枠のサイズプラス尻尾が2、3センチあるからです。33にしとこうかな。ありがとう。すげえスピードでやった。力玉の話に戻りますが、前回の釣りでは使っていた竿が短いこともあって餌はあっちこっちには散らばっていなかったはずです。結構速いペースでグルテンを投入させられたがゆえに、水の中にはグルテンの山が2つあって、その範囲に力玉がポロンと乗っかっていたのかなと。あくまで浮きが動かされて仕方ない時、試験的につけるとか、そんな感じがいいと思います。これは利根川の頭の中だけにあるイメージなのでご了承ください。走ってた。浮きが入ってた。危ねえ。竿握っててよかった。ちょっとこれいいサイズな気がする。いいサイズでもないか。背びれに回ってしまった。口できた。
やったで。35センチぐらいありそうなマブナさんです。よし、ありがとう。こいつもすごい速さか、すごい速さか。普通に泳いでった。魚によってやっぱり性格違うんですね。この一投、竿を上げたら魚が引っかかっていて、結果から言うとアッパーでした。これだけ動画の尺数が長くなると、普段は最後はカットしちゃうんですけど、ギューンと足元に向かって泳いでいきました。引っ掛けられたかも。玉ねぎに引っ掛けてったかも。水深が 3.5 メートルくらいあるので、意外と先までだんだんと伸びています。取れた。知能犯だ。回してないからやっぱアッパーか。アッパーでした。アッパーですけど知能犯でしたね。この子はスレだったマブナさんですが、この網の下の方にあるやつに引っ掛けに行く知能犯でしたよ。アッパーでした。ごめんね、引っ掛けちゃって。ごめん。ちなみに私が最初釣り台を出していたところはここです。もう完全に水没しています。ここでこっちを向いて15尺を出していました。18、15か。潮の満ち引きって神秘的ですね。謎の甲虫。昔は虫が苦手でしたが、野釣りをしているうちに慣れちゃいました。逆光の中、釣っているアイダマンを撮っていたら、昔の金曜ロードショーみたいな雰囲気だったので、色を夕日っぽく描いてみました。いやー、釣りって本当にいいもんですね。網を岩にぶっ刺して乾かします。半日ぐらいでやめてもいいかもねなんて話をしていましたが、きっちり8時間釣りに没頭しちゃいました。なぜわかるかって、浮世ビデオカメラの録画時間が8時間だったからです。このポイント、実は去年も来ていました。私は浮きが全然動かなかったので、残念ながら没動が行き、今年はマブナといえども結構動いたので楽しかったです。理想を言えばもう少しヘラブナが釣りたかったんですけど、そういう日だったんでしょうね。帰り道、ガリガリ君が売っていなかったので、ブルガリアフローズンヨーグルトデザート、味は好みじゃなかったです。ということで、今日の動画はいつもよりも長かったですが、最後までご視聴いただきありがとうございます。最後まで見ちゃった人はもう評価ボタンよろしくお願いします。チャンネル登録ももうしてくれてますよね。ではまた次の動画でお会いしましょう。